水に浮かべた野菜を叩いて切る CM ってある？いや、わかんないです。でも昔水に浮かべた笹を切れたらすごいって聞いたかああ、らなんかそれは見たことある。そう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 、はうちのホームページで昔よく使ってたね。あそう。いやでももうこの人が言ってらっしゃるのはものすごいもうその通りで、実際紙を切るものではやっぱり包丁はないのでね。で、紙が切れたら食材がまあ切れるかって言ったらね、ちょっと別の動画でも言ってるように側面抵抗によってやっぱり全然切れないケースがある。やっぱりその注目しがちなのがもう刃先が切れるかどうかだけをやっぱり注目しちゃってて、はい、包丁の場合本当に側面ってものすごく大事で、側面刃がどれだけ切れていても側面がダメだと本当に切れなかったり、下手するとまっすぐ切れなかったりするぐらいやっぱり側面抵抗が大事なので、やっぱりそういう意味ではね、紙を切るっていうのがいいですかって言われたら、僕らは仕事で全部紙を切って刃先はチェックはするんだけども、紙を切ってでさらに顕微鏡で覗いてで食材を切って食べるっていうところを全部つなげて、最終的に紙がこう切れたら顕微鏡ではこういう多分絵だよねっていう、で食材切った時にはこの味になってるよねっていうところを紙で一応チェックしてるっていうイメージ。ただ本当にやっぱりもう本気で作ろうって思ってやってる包丁とか全部やっぱり食材切ってからの納品、やっぱり慢心じゃないけどたまにやっぱりやっといてよかったって思う時もあるしね、それがそのお客様が気づくレベルかどうかはわからないんだけども、いやここでちょっとだけ厚みの抜きが甘くてなんか止まる気がするなとかね、そんなのがあってたりするからそうだからもう弟子たちも本当にねその切れ味に悩んだ時は本当に偶然なんだけどうちの店の斜め前にコンビニさんで野菜とかを結構売ってるところがあるんで、しかもものすごい安いんだよね、でもそこで買ってきてもうみんな切って、試してたりするけど、やっぱり切るっていう食材を切るっていうのが本当に一番大事かな、そうね。やっぱりそこからねやっぱり形状を覚えるとか、こういう研ぎをしたらこうやって食材が切れるんだとかってなってきた場合にはね、刃先だけちょっとチェックするっていうので紙を切っていただいたりとか、そういうのはねすごくいいのかなと思うんだけども、ぜひね紙で終わらずに食材を切ってどうなのかっていうのを追求して、その先を知った上でその紙を切った時にそのイメージ図がこう浮かぶような状態であくまでもチェックっていう、そうもうね何本包丁を並べてもこの砥石で研いだ時にはこの切れ味っていうところまで、なかなかね難しいと思うんだけども、僕らがやってるその年間契約の包丁とかだともう薄刃包丁5本も6本も研いだりとかするんで、やっぱりどれも白紙2号で同じ鍛冶屋さんが打ったものでやっていくんだけど、やっぱり切れ味がちょっと揃わなかったりするケースもあるんだよね、そうするともう本当に裏押しがやっぱり他に比べて 0. 何ミリ広いねとか、それでやっぱり刃の付き方が悪かったんじゃないのとか、もう同じサイズの糸刃に見えるんだけどもやっぱり糸刃を研いだ時の削れる感覚がこいつちょっと動かした時に感覚的に重いから多分もう結構見えないレベルで厚み出てるねとか、そういうところでねいつもの何かっていうのをやっぱりきちんと作っていって、それができる限りその食材に向いている方がいいのは事実かなと思うね、難しいよね、常に同じ切れ味を出すっていうのはね。今日もさ本当にその契約のお店さんのところに行った時に、もうちょっと来てって言われて、どうしたのって聞いたら薄葉包丁で食材を切ってるんだけど、セロリを切ってる時に、ここっつって分かんないんだよここでなんか止まる気がするんだよねみたいなとかに玉ねぎとかね、ミルポワの材料切ってたりしてたから、人参とかいろいろ切ってるんだけど、
もうその人にしか感じない感覚であるよね。あーだって音何にもしないの、セロリ切ったって何にも音しないからさ、はいや、切れてないことは絶対ないはずなんだけど、そう、全部無音で普通に切れてるんで、ここで止まるんだよって言われても、もう何がダメなのかがもうわかんないと思って。その音もそうなんですけど、藤田さんとこ伺った時に新聞紙切ってる音聞いてほぼ無音に近いというか、その究極に仕上げた状態。まあそうだね。まああんまりシャリシャリは言わないかはい、な。言わない。うんで僕が聞いた中では、あ、こんなに音が出なく切れるんだっていう。追い込むとね、でこうふって引っ張った時に、おっと思って、まあね、そうなんだよね。あれもやっぱりそんなになるんだみたい何回もやらないとやっぱり音の定量化が今度できないからな。ね。この音だねっていう。はいはい。そう、たまちょっとに聞いたことない音だった。そうだね僕は。たまに新聞紙のせいがあるんだけどね。やっぱ全部理想に近づけないとあの域にはいけないのかなっていう感じましたね。そのまあそうだね包丁そもそもの粒子の粗さとかも多分。まあそうだね。ありますよねまあでも一定超えると、やっぱり同じ切れ味に揃えることはできるようにはなってくるんだけどね。そう、その炭化物を破壊するまで研ぎ込めば。あうん。ものすごい時間かかるだけで。なるほどそう。まあ本当ね、やっぱり、ね、ぜひ皆さん、うん食材を切って、はい。ね、はい。もうこれが一番いい切れ味だっていうのを覚え込んで、それにね、目指してやっぱり研ぎをしていただけるといいと思います。ただね、ぜひね、いろんな砥石で味の変化であったり、できれば料理っていう形でもう最後のゴールまでやった時のやっぱり味の違いっていうので、まあ、砥石の粗さっていうのをちょっと選定していただけると、やっぱりまあいいんじゃないかなっていう。ね、1回でいいんでね、試していただくと、ね、やっぱり切れ味で味が変わるとかですね、まあその自分が出したい味であったり、自分のね、その切るっていう、ね、行為をする、まあ、料理においては方向性っていうのをそこでちょっとまたもう一段階上のレベルで見ていただけるんじゃないかなと思うので、はい。